どうもこんにちは、ギークボックスの佐賀です。みんな、日本製のモダンな語源のベースは好きかい？俺は好きだいということで、今回紹介するのは日本製のめちゃくちゃこれはいいと思った語源のベースです。しかも、それはモダンなジャズベースのスタイルに限りました。はい。GIB 横浜ね、最近ちょっと物が良すぎて、紹介したいの本当に多かったんですよ。だから、日本製のとか語源のとかだと多すぎて、日本製のモダンな感じで、ジャズベースっぽいものが好きな人向けのおすすめっていうことでやっていこうかなというふうに思います。紹介するのは、サゴ、スギ、ジーニー、ドラゴンフライ、キクチ、この5つのブランドでございます。早速本編へドン！最初に紹介するのがサゴのオーブ5というモデルですね。サゴは尼崎にあるブランドで、高山さんっていう方が始めたものですね。サゴニューマテリアルギターズという名前の通り、新しい素材をどんどん使っていこうっていうブランドなんですよね。例えば、トチとか、カエデとか、サクとか、なんかそういうね、変わった木材よく使うんですよ。そしてもちろんカーボンも使うし、本当にね、新しい素材を使って未来のいいギターを作っていこうっていう、そういうブランドなんですよね。サゴはプロアーティストとの関係性もすごく強いブランドで、例えばユニゾンスクエアガーデンの田淵さんとか、サカナクションの草刈さんとか、メアリーズブラッドのリオさんとか、多くのアーティストがサゴを使ってますよね。よくステージでも見ると思います、皆さんも。今回紹介するこのオーブ5ですよ。これね、すごく珍しい見た目だと思うんですけど、チェスナットっていう木材をボディに使っています。チェスナットはメタギターズとかでも使われてるんですけど、これをね、オープンポアっていうサラサラのスケスケのやつで仕上げるとめちゃくちゃかっこいいんですよ。それを使ってシンプルに作ってもらったオーブ5です。オーブっていうのがジャズベースっぽいサゴのオリジナルベースです。見た目が全然違いますよね。そしてピックアップもすごく特徴的です。ホールピースを少しずらすことでコイルが巻かれる面積というか大きさがちょっと大きくなるんですよね。やっぱりこれってね、音変わるんですよ、すごく。こういう形のピックアップなのか、それともこういう形のピックアップなのかで音って違ってて、これがね、サウンドにはすごく大きな影響を与えるんですよね。例えば、ギブソンのスタイルのシングルコイルで P90 ってあるじゃないですか。P90 とストラットキャスターのピックアップシングルコイル。これ同じシングルコイルですけど、音全く違うんですよね。これの理由はそういったところにあります。ノードストランドのビッグシングルってあるじゃないですか。あれとかもすごく似てますよね。なので今回はパッドな感じのサウンドをイメージして作られたこのピックアップを使用してオーブ5組み立ててもらいました。ブリッジは5灯で、チューナーも5灯で、チューナーがね、特に僕は注目してほしいんですけど、レスオーライトっていう型番のもので、レスオーライトね、めちゃくちゃいいんですよ。デヒアのクラシックシリーズでも使われ始めました。デヒアは今後ヒップショットから音のレスオーライトに全部変えていくって言ってました。めっちゃいいから。っていうことで僕もね、かなりレスオーライトいいなと思ったんです。もともとヒップショットのウルトラライトを使わないメリットがあんまないなと思ったんですよ。確かインフィニットにオーダーをした時に、レスオーライトじゃなくて、ウルトラライトを使ってほしいですって言ったら、物がないって言われて、ないから、いいかと思って、その音のレソーライトっていうその軽い、それでいいですって言ったら、全然良かったんですよ。ブリッジはヒップショットで。だから僕はヒップショットのブリッジとヒップショットのチューナーの組み合わせめっちゃいいなと思ってたんです、ずっと。でもそれが、ヒップショットのブリッジとレスオーライトでも全然良かったんです。だからレスオーライトは結構僕は信頼してて、この間そのデヒアンもレスオーライトめっちゃいいよねって言ってたので、やっぱだよねって思いました。このオーブ5に関しても全然いいかなと思います。個人的にはブリッジ、ヒップショットに変えてももしかしたらいいかもとか思ったりしますけど、結構スタンダードにね、使われているブリッジなので、国産ブランドだったり、サゴだったりで、これはこれで、別に問題があるものではないかなというふうに思いますから、音でぜひぜひチェックしてほしいなというふうに思います。ちなみに、お値段47万8500円。です。今後もうちょっと上がっちゃいます。ちなみにね、この黒いのはね、売れちゃったんですよね。かっこいいピンクのがあるからそちらもチェックしてみてください。続いて紹介するのが杉の NB5 ですね。杉は長野県のブランドで杉本さんという方が創業者で始められたブランドです。杉本さんね、めちゃくちゃレジェンドなんですよ。フェンダーとか富士源とかの仕事に大きく関わっていて、本当に日本を代表するレジェンドビルダーの一人ですよね。で、やっぱりプロからも熱く支持されていて、マイク・ポーカラとか、いろんなね、方が使っていますね。この NB というモデルなんですけれども、5弦以上のベースを作ることを前提としてデザインされていて、24フレットあるのもすごく特徴的ですよね。僕はジャズベースみたいなものが好きな人におすすめなものとしてこれあげてますけど、24フレットあるのにちゃんとジャズベッポーとするんですよ。すごくいいなと思いました。次はね、僕結構お気に入りのブランドです。海外とかの方にも試してもらいたいですね。この GIB がカスタムオーダーしたモデルなんですけれども、もうね、この見た目がかっこいい。まずは。杉って持ってる木材のクオリティがやっぱめっちゃ高いんですよ。かっこいい木材いっぱい持ってて、で、その中から厳選したバールメイプルをトップ材として使っています。バックに
はコリーナが使われていますね。ネックはメープルをメインにした多層ラミネートタイプで、たくさんね、ラミネートすると何がいいかっていうと、木材って癖があるんですよ。一本パーって取ったらここにちょっと弱い場所があるみたいな。でもそれを切ってガッチャンガッチャンってこう組み合わせていったら、その癖がね、当然均一化されていくわけですよね。一枚肉だと脂身の部分と赤身の部分あるじゃないですか。でもミンチにしたらさ、全体が均一になるじゃないですか。まあそんな感じですよ、ラミネートネックって。ブリッジはやっぱり後藤が使われていて、そしてチューナー、レスオライトです。やっぱね、レスオライトいいんすよね。はい。価格が68万2000円ですね。これは高いか安いかちょっと何とも言いづらいと思うんですけど、もしね、ヨーロッパにこれがあったら、いくらすると思いますか？もうね、100超えですよ。もう全然7000ユーロとかつけられると思います。はい。ノリ的にはですよ。はい。音も当然いいのでね、チェックしてみてもらいたいですね。続いて紹介するのが、ジーニーベーシーズのエッセンシャル MJ5 というモデルです。ジーニーベーシーズに関して言うと、僕たちがやっているブランドで、元々はね、カスタムオーダーを前提としたものなんですよね。ジャズベースが好きなんだけど、ここはあんま良くないよな、みたいな。この形のままやるとどうやっても無理がある、みたいなところをサクッと解消して、モダンな形にした上でね。ただ、ジャズベースのいいところは失わないで、その良さをもっとエンハンスしたような、そういったものになっております。いわゆるカスタムショップシリーズの方で言うと、ネックのサイズとか、ナット幅とか、ヘッドの大きさとか、弦管ピッチとか、フレット数とか、俺が好きなジャズベは倍音がたっぷり出るジャズベなんだっていう人もいるし、俺が好きなジャズベはタイトな音がするジャズベなんだっていう人もいるでしょ。これらをね、ヘッドのサイズとかネックの厚さで変えましょうっていうブランドなんですよ。めちゃくちゃ面白いでしょ。ネックの厚みとかヘッドのサイズとかで音変わるんです。このエッセンシャル MJ5 何かっていうと、僕たちが一番いいと思っているスペックで固定したバージョンです。固定したスペックになるので、やっぱりね、値段は安く抑えられるんですよね。ただクオリティは同じです。価格としては55万円で、カスタムショップシリーズは77万円なんですけれども、その違いはカスタムできるかどうかだけです。クオリティは同じです。で、シンプルにボディはアルダーです。メープルネックでローズフィンガーボードと。めちゃくちゃシンプルな状態ですよね。カーボンのサポート入れていて、これはネックとボディが繋がるジョイント部分だけに入れてます。カーボンサポートとかを入れて、ネックを硬くしすぎるとネックが揺れなくて、ジャズベの音じゃなくなっちゃうんですよ。それ全くなしにすると 100% 絶対に早起きします。だからフェンダーって早起きするんですよ。なんでかというと、ネックが弱いからです。それは音とトレードオフなんですよね。なので、ジャズベースみたいな音が好きだったらネック硬くしたらダメなんですよ。でも、早起きをすると、ハイポジションとか弾きづらくなっちゃうんですよね。弦高も上がっちゃうし。ネックを硬くしないと弾きづらい。ただ音はいい。ネックを硬くすると弾きやすい。でも、音は悪い。みたいな。悪いって言ってますけど、ジャズベースみたいじゃないっていう意味ですからね。これの折衷案として僕が用意したのが、ネックとボディの境目だけに補強を入れることです。全体に入れるブランドすごく多いんですけど、僕はそこだけに入れました。これやることで、早起きが抑えられるんですよ。かつサウンドは、ちゃんとオープンなジャズベースらしいかっこいい音にしましょうっていう、そういったものになっております。実際めっちゃいいです。僕は毎日弾いてますけどね。皆さんにも気に入ってもらえたら嬉しいですけど。で、ピックアップはデラノでカスタムで作ってます。弦管ピッチをね、変えなきゃいけないとかいろいろな事情があるんですけど、僕がちょっとやりたかったのは、コイルの巻き数を増やさないことです。5弦って4弦よりもでかいじゃないですか、ピックアップが。これ、大きいと同じ巻き数でも、ワイヤーの長さが伸びるので、抵抗値が上がっていくんですよ。抵抗値が上がっていくと何が起こるかっていうと、高音域がね、出なくなっちゃうんです。だから巻き数少ない方がね、高音域が出るんですよ。フェンダーのジャズベースってめちゃくちゃトレブリーで明瞭なんですよ。それがいいとこ。でも5弦になるとそれが失われちゃうんですよ。どうやっても。巻き数を増やすカスタムみんなやりがちなんですけど、逆に巻き数は増やさない。なんなら減らすこともあります。減らしてるのを今試していて、そっちがメインになると思いますね、これから。だから、デラノにオーダーしてる内容もトレブリーであることは絶対に失わないでほしいっていう。それで仮に下が足りなくなったらブーストして足せばいいから。でも足りない上を足すとノイジーになっちゃうんですよ。ピックアップ最初からパッシブの時点である程度トレブリーじゃないとダメだなっていうふうに僕はずっと思っています。プリアンプは自社でデザインをして製造はカージアンにお願いしました。カージアンね安くないんですけどめちゃくちゃクオリティ高いです。最高です。うちのプリアンプはね2バンドのブーストだけなんですよ。こいつらをブーストしていくと 500Hz がちょっと凹み始めるんです。ブーッと上がっててこうなるっていう。500Hz はねない方がいいんですよ。バルトリーニの XTCT ってあるじゃないですか。あれはね、500Hz が凹むようにできてます。僕はそれがいいなと思っていて、ビヨンドのプリアンプあるじゃないですか、チューブプリアンプ。あれも、ミドルレンジは 500Hz にしました。なんでかというと、やっぱ 500Hz 削りたいってなることがとても多いから、特にジャズベースにおいてです。だからやっぱジャズベース専用のプリアンプなんですよ。カージアンで作った G2 用のプリアンプは。
ジャズベースのスタイルにめちゃくちゃフィットする。ジャズベースって2つのピックアップミックスすると、ミドルレンジがちょっと凹むんですよ。そこがやっぱりいいところだなっていうふうに思っていて、それをもっと強調できるようなプリアンプに仕上げました。高音域はね、結構大きめに取ってあるんですよ。これがね、なんでかっていうこともちゃんと説明しますね。アクティブベースとパッシブベースって音違うじゃないですか。何がその違いかっていうと、パッシブベースはコイルからプリアンプとかに何も入らないまんまシールドケーブルを通るんですよね。そうやって高音域が落ちるんです、シールドケーブルで。そうすると、ハイミットがちょっとピッて出るんですよね。そのコリッとしたアタック感がやっぱいいとこだなという風に感じられるんですよ。アクティブベースになると、それがちょっと薄まるんですよね。ただ、プリアンプに入る前にパッシブトーン絞ると、それがね、やっぱ再現できるっていう。ただ絞ったら音丸くなっちゃうじゃないですか。だから、後からちょっと大きめのプリアンプのトレブルを用意して、そこでグッと持ち上げるんです。パッシブらしさを演出して、そこで失われた分トレブルをグッてプリアンプで上げるっていう。で、しかもこっちの方、ベースちょっと上げてたらグッてなって、グッてなったら、ここが凹み始めるんですよ。だから、パッシブベースらしいハイミットの強さはパッシブトーンで再現する。それで失われる高音域はアクティブ EQ で補正する。低音域をちょっと足してあげる。かっこいい音になるから。そしたら勝手に 500Hz が凹んでくる。もう完璧です。そういうことでしょ、ジャズベース好きな人。だからね、ちょっと一回ぜひぜひ弾いてほしいなって。すげえ喋っちゃった。ちなみにね、ブリッジはヒップショットで、チューナーもヒップショットです。もしかしたらね、チューナーはレストライトに変えるかもしれないですけどね。で、価格が55万です。これすごく面白い音がするのでチェックしてみてください。続いて紹介するのが、ドラゴンフライの CS5 というモデルですね。ドラゴンフライはね、戸谷さんっていうおじさんがやっててね、すごい面白いおじさんなんですよ。でも結構歴史のあるブランドでね、テヤンテツヤさんとか、何人かのアーティストが使ってますよね、ドラゴンフライ。特にヘビーめの音楽やってる人が多いかなっていう気がするんですけど、ただそのデザインはすごくこう綺麗で美しいものなので、僕としては別に普通にロックでもポップスでも何でも使えるなというふうに思ってます。特にね、ギターの影響大きいんじゃないかな。ギターね、スケール長いモデルとかがあってそっち系のイメージついてるからかなとか思ったりもしますね。今回ね、オーダーしたこの CS5、GIB のカスタムオーダーなんですけれども、めちゃくちゃこだわりポイントいっぱいあります。まず、こんな木材ありますよって見せてもらったんですよ。その中にもう激ヤバのフレーム土地があって、これ使いたいですって言ったんですよ。白くてかっこいいんですよ、土地って。と思って、じゃあこれ絶対グロスにして、僕が作りたかったのはケン・スミスのホワイトタイガーみたいな形です。はい。で、昔のバーナーみたいにしたかったんですよ。だから、ヘッド真っ黒にしてほしいって言ったんです。ヘッドが真っ黒。指板も黒いエボに。で、ボディはピッカピカのグロスのテッカテカのフレーム土地。かっこいいでしょ、そりゃ。はい。それかっこいいんですよ。もう一個こだわりポイントがあって、ネックがね、従来のドラゴンフライよりもかなりね、スリムネックになってます。これはね、僕のちょっとこだわりポイントで、さっきね、ジーニーの時にネック硬くしすぎると、音が変わるって言ったじゃないですか。あれはね、4弦でいいけど、5弦だとダメみたいなパターンあるんですよ。5弦にするとネック太くなるじゃないですか。太くなった分ネックが硬くなって、振動しなくなって音が変わるっていう。だからネックって薄め細めの方が4弦に近い音がするんですよ。だから僕は5弦を作るときは絶対にネックはかなり細めにします。ナット幅も絞ります。例えばサスベースにオーダーしてるのもそうですよ。杉もちょっと細めなんですよ、実は。もうすげえ研究しました。かっこいいドラゴンフライ。まず見た目が優勝じゃんそうなんです。まず見た目がね、優勝で。そして価格はね、53万4600円です。もちろん安くない。安くないんだけど、見てっていう。そして聞いてみてください。すごくおすすめなのでね、チェックしてみてください。そして最後に紹介するのが、菊池ギターズの LMS RV5 というモデルです。菊池ギターズ、何かっていうと、岡田インターナショナルっていう会社の菊池さんという方のブランドです。菊池さん何者かと言いますと、難しいな。いろいろはしょりますけど、サドスキーニューヨークで仕事をしていて、そして日本に帰国後に、サドスキー東京、サドスキーメトロラインって日本製のサドスキーブランドを任された人です。だからもうレジェンドですよ、そりゃ。しかもね、菊池さんめちゃくちゃ優しい人で、僕、最初、菊池さんに会った時に、憧れの人なんですよ。大谷であり、イチローであり、中田秀俊ですよ。なんで、サドスキーってこうなんですか？なんで、ブリッジはこうなんですかって？なんで素材違うんですか？ 4 弦と5弦で何が違うんですか？なんでこれスプリットなんですか？なんで東京とニューヨークはスペックがちょっと違うんですか？なんでって聞いても、全部教えてくれるんです。いい人って全部教えてくれるんです。秘密とかないんですよ。なんでかっていうと、技術に価値があるからです。隠さないです。これね、フリーダムの深野さんも同じですよ。隠さないんですよ。かっこいいな。やっぱ俺はそういう先輩が好きだ。話は戻りますけど、今ね、サドースキーのメトロラインシリーズって皆さんご存知の通り、ドイツで作られてるんですよね。ドイツのワービック工場で作られていて、それはね、やっぱりとてもクオリティ高いし、たくさん量も作れるんですよ。ディストリビューションもワービックがかなりやっていて、そこ頼る理由はね、全然納得できるんですよ。だからメトロラインが日本製からドイツ製に変わったっていうところですごく心配された部分もあるんですけど、全然良かったです。
ワービック、僕も工場まで行ったり、一緒にご飯食べたり、酒飲んだり、すごい仲いいブランドで、すごいいいんですよ。だから日本製自体の方がクオリティがあって思ったりする方いるかもしれない。そんなのは関係ないです。大丈夫です。で、話は戻りますけど、菊池さんがサドースキーメトロラインの仕事をワービックに渡した後に何始めたかっていうと、菊池ギターズです。そして3ドッツです。はい。で、菊池ギターズは3ドッツのちょっと上のラインにあって、3ドッツがちょっと下のライン。昔でサドースキーメトロエクスプレスですね。菊池ギターズのエルメスシリーズがメトロラインに当たります。僕的には。菊池のカスタムがTYO 東京に当たります。なのでその真ん中に位置するその戦略的なね、部分なわけですけど、菊池ギターズ誰が使ってるかというと川崎哲平先輩ちゃんと使ってます。すごい上手い先輩が。だからやっぱり信頼性あるわけですよ。で、僕もね、最初から取り扱ってきて本当にクオリティ高いなって思っています。韓国のユーザーの方々にもね、これをお勧めしたいです。菊池ギターズはね、本当にいいですよ。特にベースに関しては本当に自信を持ってお勧めしてますね。僕がギターについてはジャッジできないからベースについてお勧めしてるって言ってるだけで、ギターがお勧めしてないっていうわけではないです。わかりますよね。この RV5、もうね、モデル名すげえなと思いません？サドスキーのメトロラインの時のモデル名そのままなんですよ。大体はね、アルタローズスペックが RV で、アッシュメイプルスタイルが MV なんですけど、RV はそのローズの方だっていうことです。そして、シェイプはね、ディンキーシェイプになっています。これはね、ほとんどサドスキーの時代と同じだと言って良いでしょう。おそらくですけど。はい。ヒップショットブリッジとチューナーになっていて、ここら辺はね、モダンになっていますよね。サドースキーは一応ね、サドースキーブランドのものがついていますから、あれどこで作ってるのかはちょっと僕わかんないですけど、似てますよね。ピックアップはディマジオが作っているオリジナルのもので、スプリットコイルになっていますね。聞いた話なんですけど、昔、サドースキーニューヨークではスタックドタイプのデュアルコイルだったんですけど、日本製はスプリットなんですよ。それは菊池さんがスプリットの方をいいなと思ったからって話です。プリアンプはね、2バンドのブーストのみの EQ ですよ。パッシブトーンがついてます。サドスキースタイルと同じです。さっき僕言いましたよね。ジーニーも同じですよ。なんでこのスタイルをみんな採用するのかって話です。あればコッポロ。どんなコントロールですか？ボリューム、バランサー、トーン、ベース、トレブルでしょ。ブーストだけど。そうなんです。やっぱね、そういうことなんです。ジャズベースは。ジャズベースはそうなんです。いいっすよね。口ギターズ、これのね、値段が39万6千円です。最高です。ということで、今紹介したこの5本ちょっとね、聞いてもらいたいなというふうに思いますので、チェックしてみてください。がっちり弾いてもらって感想も話してもらいます。チェックしてみてください。焼きそば。
タコのオーブ5になります。サウンドとしては、そんなに派手な感じではなくて、まとまってクリアな音質かなと思います。あとは何といっても見た目が栗の和材を使っているようで、オープンボア加工で木目ががっつり出ていて、非常に美しくてキュートな一本かなと思います。続いて弾いたのが杉の NB5 ですね。これはハンバッカーとタップを選べるもので、動画内ではハンバッカーで演奏しました。35インチ24フレットというところで、弾き心地、サウンドとしてもモダンな傾向になっているかなと思います。いかにも杉という感じで高品質に端正な響きが得られております。こちらの G にエッセンシャル MJ5 なんですが、ネックが薄くて弾き心地としてはかなりライトなタッチで弾けるベースかなと思います。原稿がある程度あってもネックが薄いことで握りやすく、早めのパッセージにも対応できるんじゃないかなというふうに思いました。G にはネックのシェイプいくつか選べるんだよね。選べます。はい。薄いモデルですね。薄いモデル。はい。G にそのカスタムモデルもあるんですが、それはネックの薄さ、ヘッドの大きさ、いろいろ選べるんですが、店頭で弾いてもらう中で薄いネックがすごい人気なので、これは非常にお勧めできるかなと思います。
続いて弾いたのがこちらのドラゴンフライ CS5 なんですが、ドラゴンフライ、このモデルといえばネックが割と肉厚なものが多い印象なんですが、今回うちでオーダーしたものは薄めのネックを特注でオーダーさせてもらいました。それもあって24フレットではあるんですが、オープンな響きが実現できているかなというふうに思います。握り心地もちょうどいい感じかなと思います。続いて弾きましたのが菊池のエルメスシリーズになります。このブランド、3ドッツもそうですが、ネックのクオリティに定評がありまして、確かにという風に感じる弾き心地かなと思います。ボディのサイズはディンキーで一回り小さいんですが、ソリッドボディを採用してまして、そこまで大きなヘッド打ちは感じないと思います。ここら辺もいい感じにデザインされているように感じます。さすがです。5本聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？てか、うまいですよね。僕、弾かなくなってからより分かりやすくなったなって思いました。とてもね、良いスタッフが揃っていて、GIB 横浜のスタッフたちに弾いてもらっています。最高ですよね。これね、僕がなんでこの5本選んだか聞いてもらったら分かると思うんですけど、どれもね、ジャズベースっぽいサウンドの枠に入ってると思うんですよ。かっこいいでしょ、音。だけど、キャラクター違いますよね。だから、ジャズベース好きって言っても、いろいろなんですよ。人には人のジャズベースがあるんですよね。だから皆さんがね、どれが好きだったのか、ぜひぜひコメントで教えてほしいななんて思ったりしますので、ぜひお願いします。ということで、本編、終わり。この新しい撮影方法どうですか？いいっすよね。なんかね、もともとこれなんでやり出したかっていうと、僕が横浜に常駐できなくなったので、どうやってビデオ撮っていこうかっていうことで、最初はショートだけにしようと思ったんですよ。なんですけど、やっぱ長編欲しくねと思って。喋りたくねと思ったんです。喋りたいんです、僕。韓国にいると、もちろん日本語たくさん話しますよ。でも、英語も結構話すんです。で、ドイツとかいろいろ行くじゃないですか、中国とか。やっぱ英語割合多くなる。日本語喋りたい、俺は。日本語喋りてんだ。だからね、日本語喋るときはね、すげえ日本語喋るようになっちゃった。もう口数がやばい。すごい喋るんですよ。だからいろんな場所で撮影してます。この前のね、何本かは GIB ソウルの近くにある僕の家の中で撮りました。今回は GIB 横浜の近くにある僕の家です。家で撮るんだったらオフィスで撮ればいいじゃんって話ですけどね。みんな忙しそうなので僕これ今セルフィーで撮ってます。すごいよね。でも最近 iPhone って本当にめちゃくちゃちゃんと撮れるから、ほんと最高だなと思ってますね。はい。で、今ね、横浜にいて、この前久しぶりにね、横浜戻ったらね、本当に横浜はいい街だなって思いました。もう飲み屋はね、あるし、綺麗だし、松屋はあるし、石橋楽器はあるし、黒沢楽器あるし、ギーキンボックスあるし、ギターアウトレット横浜あるし、ギターショップトニックもあるし、楽器屋さんいっぱいあって最高ですね、横浜。皆さんもね、ぜひぜひ横浜に遊びに来てください。横浜ね、僕のね、おすすめスポットは角平です。角平っていう蕎麦屋。で、ラーメン食べたいときは、八起きです。これ GIB 横浜からね、徒歩10歩と徒歩50歩のところにあります。来てみてください。はい、ということで、GIB なんですけれども、YouTube の他にも Twitter とか Instagram とか Facebook とか TikTok とか、いろんなソーシャルメディアやってます。それぞれでね、ちょっと毛色が違うと思いますからね、チェックしてみてください。そして GIB は店舗としては GIB 横浜、GIB 兵庫、GIB ソウル、この3店舗やっております。この先、おそらく僕は台北もやります。その次はわかんないです。フランクフルトかもしれないし、上海かもしれないです。わかんないです。でもそういう風にやりますと。そして、海外の皆さん、インターナショナルシッピングフリーです。インターナショナルシッピングフリーです。安心してください。ピッて決済したら、あと関税払って OK です。韓国の皆さん、GIB ソウルが輸入サポートします。安心してください。日本の皆さん、めちゃくちゃ最高のサービスします。俺たちが一番いいサービスするから、ぜひ使ってください。トニックの YouTube、面白いから見てみてください。ギター版です。ギターの弦、どこまで巻いたらちぎれるのかとか一番面白かったです。耐久性を見ようっつって。やばいよね。面白いなと思いますからね。ぜひぜひチェックしてみてください。あと、もうちょっと言いたい。GIB で買い物したら永久に無料のセットアップがついてきます。そして次の買い物が 10% オフになったりします。たまにね、そういうクーポンを配布しています。そしてね、再買い取り金額保証っていうのもやっていて、もし手放したくなったら、半年以内だったら新品は 50%、中古は 70% で買い取りますよっていうものです。新品 50% にちょっと申し訳ないなっていうふうに思ったりするんですけど、どうしてもね、備品中古でも皆さん新品と同じ値段で買わないでしょ。そうですね、8掛けとか7掛けぐらいの値段で買うと思うんですよ。で、その時にもちゃんと世の中を回せるようにそういう風な仕組みを作りました。はい。なんでね、使ってみてください。一回ね、GIB 使った人にはもっといいサービスをしようと思ってそういう風にやっているのでね、うまく利用してもらえればなという風に思います。そして、ベースギークカレッジというオンラインコミュニティも始めました。これすごく面白いです。ベーシストの関谷智隆さんと始めたんですけれども、機材のプロの佐賀と、あとは演奏プロの関谷さん。この二人でベースオタクに対してより濃厚なコンテンツ作って、より濃厚な面白いサービスやっていこうっていう、そういう面白いやつです。いいでしょう。チェックしてみてください。概要欄に入れておきます。ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
餅。